のささやきの朗読やあの日のバスツアーで最初に違和感を覚えた瞬間は今でもはっきりと覚えている。港に誘われて参加した旅は本来ならただのんびり景色を眺めるだけのはずだった。けれどその日の空気はどこかでねじれていた。乗客は俺と港以外ほとんどが中高年で静かな旅になると思っていたのに、最初の休憩を過ぎたあたりから車内の空気が急に重くなった。後ろの席の老夫婦が同じ方向を見続けていて、まるで何かに引っ張られるように目だけが揺れていた。港が俺の腕をつつき、運転席の上を指した。デジタル時計が15分遅れていたんだ。搭乗員は、さっきまでは正常だったんですが、と小さく首をかしげた。道路の端には白い反射が一定の間隔で現れ、その度にバスがわずかに跳ねた。舗装のせいにはできないほど規則的で、むしろ何かを踏んだような感覚が残った。運転手がバックミラーを見る回数も増え、港は、後ろ、やばくないかと言ったが、俺にはただ単調な山の斜面が続いているようにしか見えなかった。その時、添乗員が突然マイクを握った。予定を変更して、ここで休憩いたします。予定表にはない場所だった。バスがゆっくりと減速をし、前方に古びた建物が浮かび上がった。看板はなく、外の明かりもないのに、内部だけがぼんやりと光っていた。あの日、ここからおかしなことが始まったんだ。バスが完全に止まると、車内は不自然なほど静かになった。エンジンの音が消えた瞬間、さっきまで感じていた揺れが嘘のようになくなり、耳の奥が詰まったような感覚だけが残った。添乗員は、15分だけ休憩です。と言い、先に降りていった。俺と港もそれに続いたが、足に地面をつけた瞬間、空気がひどく冷たいことに気づいた。夜でもないのに山の影が妙に濃く、周囲の音が吸い取られているようだった。建物は確かにドライブインだった。だが近づくほどに違和感が増していく。窓はあるのに中の様子が見えず、入り口のガラスには反射しか映らない。それでも中からは人がいる気配が確かにした。話し声ではない。食器が触れ合うような乾いた音だけが一定の間隔で響いていたんだ。中に入ると照明は薄暗く、客席には数人の影が見えた。さっきまで同じバスに乗っていたはずの老夫婦がもう席に着いている。
それだけではなく人数が合わないんだ。降りた時より明らかに人が多かった。それに湊も気づいたらしく、小声で数を数え直していた。誰も騒がない。不思議なくらい全員がこういうものだと受け入れているようだった。壁に貼られたメニューは文字が薄れ、何が書いてあるのか読めなかった。それでも厨房の奥から調理をしている気配だけは続いていた。その時、背中の方で椅子が引かれる音がした。振り向くと、さっきまで立っていたはずの添乗員がいつの間にか客席に座っていた。目が合った瞬間、なぜか強く思った。ここは寄る予定じゃなかった。添乗員は椅子に座ったまま微動だにしなかった。腕は下に垂れ、背筋だけがまっすぐで、店内の薄明かりに輪郭が浮かんでいた。俺が声をかけようとした瞬間、湊が袖を引いた。おい、見ろよあれ。客じゃない。視線の先、窓際の席に座る数人の影は、体の向きが全員全く同じ方向だった。店の奥ではなく、入り口でもなく、バスが止まっている方でもない。意味をなさない方角へ、顔だけをゆっくり向けていた。そして動かない。店内は調理音だけが響き続けているのに、厨房には人影が見えなかった。奥ののれんは風もないのに揺れ、皿が重なる乾いた音が途切れなかった。湊がささやいた。なあ、さっきの老夫婦、ずっと外を見てたよな。でも今は全然違う方向を向いている。てかさ、あれ、老夫婦じゃないだろう。確かに服装こそ同じだが、背中の厚みも髪の量も一致しなかった。まるで同じ枠に別の何かがはめ込まれたような不自然なシルエットだった。俺たちは席には着かず、入り口に近い棚の影へと移動をした。そこから厨房の奥が少しだけ見える。のれんの向こう、薄い影が4つほど並んでいた。足がなかった。浮いているのではなく、床とつながっていない。影だけが漂い、規則的に前後へ揺れていた。その瞬間、湊が小さく息を飲んだ。あれ、後ろ、誰もいないぞ。振り返ると、他の乗客が一人もいなかった。さっきまで十数人はいたはずの空間が、まるで最初から空席だったかのように静まり返っていた。添乗員の姿も消えていた。椅子だけがわずかに揺れている。異常が確信に変わったとき、建物の外から音がした。バスのドアが開く音だ。俺は湊と目を合わせた。逃げるなら今しかない。
バスのドアが開いた音がした瞬間、店内の空気が一段冷えた。逃げなければと分かっているのに足が動かない。湊は顔をこわばらせながらも俺の肩を押した。行こうぜ。ここにいたら戻れなくなる。出口に向かうとき、店内の影がゆっくりと首だけこちらへ向けてきた。角度がどれも同じで人間の動きではなかった。振り返った瞬間に見た厨房の奥では足のない影が全員のれんの隙間からこちらを覗いていた。外は静かだった。山の風も鳥の声も車の音もない。バスだけがポツンと止まり、乗車口のライトが弱々しく灯っていた。乗るしかなかった。俺たちは走り、段差を踏み越えるようにバスへ駆け込んだ。だが車内は空だった。乗客も添乗員も運転手もいない。座席はすべて整えられ、誰一人そこに座っていた痕跡がなかった。湊が震える声で言った。なあ、本当に俺らここに着くまで一緒だったよな。いたよ。絶対にいた。そう言い切った瞬間、バスのライトが勝手に点灯した。同時にエンジンが低くうなり、ドアが閉まった。運転席には誰もいないのに、ゆっくりと前へ転がり始めた。止めようと近づいた時だった。運転席のミラーに人影が映った。バスの外、店の入り口に立つ細い影。見覚えがあった。さっき店内で動かなかった老夫婦の形をした何かがこちらをじっと見ていた。その後ろにもう一つの影が伸びていた。添乗員のそれだ。首が角度のままで戻っていなかった。俺は湊の腕をつかみ、座席に倒れ込むように身を低くした。バスは勝手に発進し、そのまま参道へと戻っていった。店は一瞬で闇に沈み、ライトの中から影が伸びて追いかけてくるように見えた。あれから数日経つ。ツアー会社に連絡をしても、俺たちが乗った便は記録にない、そう言われた。参加をした乗客の名簿にも俺たちの名前はどこにもなかった。あの峠道のことは今でもできるだけ思い出さないようにしている。俺とアレンが車で出かけたのは夜遅くなってからだった。特別な用事があったわけではない。仕事終わりに少し遠回りをして帰ろう。それだけの理由だった。参道に入る手前で古い電光掲示板が目に入った。この先通行止め。そう表示されていたが、肝心の理由は書かれていなかった。
アレンは一度止まろうとはしたが、ナビは問題なく案内を続けていた。地図上でも道はつながっている。工事の時間帯が終わったのかもしれない。そう思ってそのまま進んだ。峠道は街灯がなく、ヘッドライトだけが頼りだった。カーブを曲がるたびにガードレールの外が異様に暗い。谷があるはずなのに奥行きが感じられず、闇が壁のように迫っていた。アレンが窓を少し開けた。風の音が入ってくるはずなのに何も聞こえなかった。その代わりに低く湿った匂いが車内に流れ込んだ。土と鉄が混ざったような不快な匂いだった。しばらく走ると道の脇に反射板が増え始めた。やけに数が多く、間隔も揃いすぎている。まるでここを通るものを数えているみたいだった。その時アレンが言った。ねえ、この道前にも通ったことあるよね。確かに見覚えはあった。だがこんなに長かった記憶はない。同じカーブ、同じ木立、同じ反射板が何度も現れる。ループしている。そう気づいた瞬間、前方に明かりが見えた。山の中にポツンと一軒、古いドライブインだった。看板は消え、建物の輪郭だけが浮かんでいる。だが中からは確かに明かりが漏れていた。通行止めの先に営業しているはずのない店があった。車を止めると外の空気はさらに冷たくなった。季節に合わない温度で息が白くなるほどではないのに、皮膚だけが冷えるような嫌な感覚が残る。アレンはハザードをつけながら俺の顔をちらりと見た。行くしかないよね。言葉とは裏腹に手は小刻みに震えていた。建物は古びてはいたが崩れてはいなかった。ガラス戸の向こうで薄明かりが揺れていた。人影はない。なのに店内のどこかで低いうなりのような音が続いていたんだ。ガラス戸に手を伸ばすと鍵はかかっていなかった。開けた瞬間、店独特の出汁の匂いがぶわっと広がった。しかし暖かさがまるでなかった。湯気もなく匂いだけがそこに漂っていた。中へ入るとカウンター席とテーブル席がいくつか並んでおり、どれもきれいに整えられていた。誰かがついさっきまで片付けをしていたかのように箸の向きすら揃っている。なあ、やっぱりおかしくね？アレンは声を潜めた。返事をしようとした瞬間、奥の厨房から音がした。包丁でまな板を叩くような乾いた音。リズムは一定で、しかし微妙に速度が揺らいでいる。誰がいるのかと
厨房の方を覗くと、白い影がふらりと横切った。人影に見えたが、形がはっきりしない。影なのに立体感があった。アレンが震えた声で言った。人、いるよな。だが次の瞬間、影は輪郭を歪ませながら、ゆっくり奥へと消えていった。まるで生き物の動きではなかった。立ち止まるでも振り向くでもない。ただそこにいた形だけが何かに押し流されるように移動をした。足元を見ると床に細く濡れた跡が続いていた。まっすぐ厨房に向かって伸びている。水とは違う。もっと粘りのある暗い色をしていた。アレンが呼吸を止めたまま固まっている。俺も足を動かせなかった。その時、店の奥、厨房のさらに向こうから奇妙な音がした。笑い声でも呼吸音でもない。湿った闇がかすれるような不規則な音。アレンが俺の耳元でささやいた。この店って営業してねえよな。俺は答えられなかった。なぜか誰かに聞かれる気がしたからだ。暗い奥から聞こえていた音はだんだん近づいてくるようだった。ふっふっという湿った呼吸が壁が張り付くように広がっていく。アレンは俺の袖を掴んだまま固まり、目だけで厨房の奥を見ていた。床の濡れた跡がひときわ濃くなり、奥の暗がりから白く細長い何かがせり出してきた。人の腕に見えたが、太さが均一で関節の影がなかった。影のような腕が床を探るように揺れ、その動きに合わせて濡れ跡がわずかに波打った。俺は息を潜めた。人間の腕はあんな動きなんてしないんだ。肘も肩もない棒のような形がゆっくりとこちらへ向けられていた。アレンが小さく言った。もう出よう。ダメだ。だがその瞬間、店の外から音が響いた。車のドアが開閉する音。俺とアレンの視線が同時に入り口へ向いた。誰かが店の外を歩いているんだ。それも複数だ。ぼんやりとした影が2つ、3つと横切った。俺たちが到着をする前からまるで外で待っていたような自然さだった。厨房の奥の白い影がその気配に反応したように震えていた。細長い形がぐにゃりと歪み、壁に吸い込まれるように暗がりに戻っていく。その直後、店内の照明がいきなり明るくなった。いきなりの眩しさで目を細めたが、次に視界に入った光景に
息が止まった。席に誰かが座っていたんだ。それもいつの間にか。さっきまで誰もいなかったはずの椅子に黒い上着の背中が並んでいた。5人全員が同じ姿勢で同じ角度で前を向いている。顔は見えない。だがその肩の揺れが呼吸ではないことはすぐに分かった。揺れが一定の周期でまるで店全体の振動に合わせて動いているようだった。アレンが俺の腕を強く引いた。外から来てる奴らも人じゃない。入り口のガラスの向こうを薄い影がまた横切った。背の高さがバラバラで動きが不自然にのっぺりしている。まるで形だけが歩いているんだ。ここは人の出入りを前提にしていない。その事実がようやく腑に落ちた。峠道が通行止めになっていた理由は工事でも事故でもない。この店のために封鎖されていたんだ。アレンに腕を引かれ、俺たちはほとんど転ぶように店を飛び出した。外に出た瞬間、さっきまで感じていた冷気が一気に消えて、代わりに湿った重さが全身にまとわりついた。山の空気ではない。何かの中に入ってしまったような息苦しさだった。車に乗り込もうとしたとき、俺は違和感に気づいた。来たはずの道がなかったんだ。ヘッドライトが照らす先にはガードレールも反射板もなく、黒い斜面がそのまま続いている。崖なのか壁なのか、それすらもわからなかった。アレンの声が震えていた。道が消えてる。その瞬間、背後で足音がした。砂利を踏む音ではない。もっと強く濡れたものが引きずられるような音だった。振り返るとドライブインの入り口にそれが立っていた。人の形をしているが、首が異様に長く、肩もなく、顔の部分は影が固まっただけのようだった。白い腕がだらりと垂れ、指の数が合っていない。それが一歩こちらへ出た。次の瞬間、車のエンジンが勝手にかかった。キーは俺のポケットに入ったままだ。アレンが叫び、俺たちは同時にドアを閉めた。ハンドルが一人手に切れ、車体が前へ進み出した。そしてバックミラーに店が映った。建物の前にさっき中にいた影たちが並んで立っている。全員が同じ方向を向いていた。その中の一体がゆっくりと腕を上げた。白い腕の先が車の方を指さしていた。次の瞬間、視界が一気に暗転した。気づいたとき、車は通行止めの看板の手前に止まっていた。エンジンは切れていて、アレンは
助手席で浅い呼吸を繰り返していた。ふと時計を見ると、峠に入ってから5分も経っていなかった。翌日アレンと一緒にその場所を探したが、店も脇道も何もなかった。ただ路肩の草の上に細長く濡れた跡が一本だけ残っていた。それからだ。夜中アレンの部屋に行くと、台所の床に同じ跡が伸びていることがある。水ではない。あの店で見たものと同じ色をしている。俺はまだ振り返られていない。けれど、あの白い腕はきっと俺たちの帰り道を覚えている。心霊スポット巡りの帰りに寄ったあのドライブイン。思い返すたびに、俺はあそこに入った時点で終わっていたとしか思えなくなる。その夜、俺と遠藤と工藤、そして田口の4人は郊外の古い廃集落を目指していた。地図にもほとんど情報が載っておらず、地元民の話でも近づかない方がいいとされる場所だった。道路沿いには空き地が並び、窓はどれも黒く、誰かが覗いていそうな、そんな気配がずっとつきまとっていた。廃集落の中心には小さな神社の跡があり、鳥居は半分倒れ、祠は土に飲まれかけていた。俺たちは懐中電灯で照らしながら奥に進んだ。風がないのに竹林だけが揺れていた。その揺れ方が不自然で、4人同時に足を止めた。田口が突然後ろを振り返った。今、足音したよね。そういう声は震えていた。だが工藤はライトを振りながら、獣だろうと軽く流した。それでも暗闇の向こうから聞こえた音は二足歩行のそれだった。重さが人間に近い。一定のリズムで土を踏む気配が途切れず続いた。祠の裏に回ったとき、遠藤が小さく息を飲んだ。何かを見たのか、手が震えている。問いかけても答えず、ただ一点だけを凝視していた。後で本人に聞いても、その部分だけ記憶が抜けている、そう言われた。嫌な空気のまま戻ろうとしたが、来た道が分かりづらく、少しだけ迷った。その間ずっと俺たちの後ろから一定の距離を保つ何かの気配だけがついてきていた。ようやく道路に出たとき、田口は小刻みに震えていた。ねえ、ちょっとどっかに寄ろう。その声を聞いた瞬間、俺たちの視界に小さな明かりが見えた。山のカーブの先、ポツンと浮かぶ古びたドライブインの明かりだった。4人とも心の奥底でこう思った。あそこにさえ寄らなければと。駐車場に車を止めた瞬間、エンジンの音が
不自然に長く尾を引いた。切ったはずなのに低いうなりが一拍遅れて消える。4人とも何も言わずにただ顔を見合わせた。建物は古い。看板の文字は剥げ、店名は読めなかった。それでも中は明るく、ガラス越しに人影が動いているのが分かった。営業している。少なくともそう見えた。中に入ると空気が妙に湿っていた。冷房の効いた感じではなく、洞窟に近い。床は乾いているのに足の裏だけがじっとりとする。客はまばらだった。カウンターに2人、奥のテーブルに1組。全員うつむいたまま顔を上げない。店員の姿は見えず、厨房から食器の触れ合う音だけが聞こえていた。田口が俺の袖を引いた。ねえ、さっきから後ろ見られてない？振り返っても誰もこちらを見ていない。なのに視線だけが残っている感覚が消えなかった。工藤が水を取りに行こうと立ち上がった瞬間、カウンターの客が同時に顔を上げた。動きが揃いすぎていて人間の反応ではなかった。その顔を見た瞬間、俺は言葉を失った。目は合っているのに誰の視線とも噛み合わない。焦点が俺たちの後ろに合っている。遠藤が小さく息を吸い、震える声で言った。まだついてきてる。意味を聞き返す前に厨房の奥で何かが落ちる音がした。金属が転がる乾いた音。続いて床を擦るような重い音が近づいてくる。のれんの下から影がにじみ出した。人の形に見えるが視界が曖昧で床に溶けている。影は入り口の方向ではなく一直線に俺たちの席へ向かって伸びてきた。田口が声を押し殺してこう言った。あれ、さっきの場所で感じたのと同じ。心霊スポットで背後にいた何か。それが形を変えてここまで来ている。俺ははっきりと理解した。この店は逃げ込む場所ではない。追いつかれるための場所なんだ。影は床を這うように伸び、俺たちの足元で止まった。触れていないのに空気だけが一段重くなる。息を吸うと喉の奥に鉄の味が残った。工藤が立ち上がろうとした瞬間、影が跳ねた。床から壁へ、壁から天井へと張り付き、店内の明かりを歪める。照明の輪郭が伸び、客たちの影が同時に揺れた。その客たちがゆっくりと席を立った。足音はしない。代わりに服の擦れる気配だけが近づいてくる。顔は見えない。首の角度が一定で、視線が俺に集まっているのだけは分かった。遠藤が俺の腕を掴んだ。
その力が強すぎて指の感覚が残る。来てる。俺じゃない。お前にだ。理由を聞く前に背中に冷たいものが触れた。服の内側をなぞるようにゆっくりと。触られた場所だけ音が遠のく。工藤の声も田口の息遣いも別の部屋から聞いているようだった。田口が叫ぼうとして声が出なかった。口は確かに動いているのに音だけが抜け落ちているんだ。その代わり店内の奥で低い呼吸音が重なった。ふ、ふと同じリズム。心霊スポットで聞いた足音と同じ感覚だった。俺の視界の端で遠藤が首を振った。何かを見ないようにしている。影が俺の肩に集まり形を結び始めた。人の上半身に近いが顔の位置が定まらなかった。目があるはずの場所が何度もずれる。工藤が俺を引っ張った。外だ。今なら離れる。その瞬間、店の入り口のガラスが曇った。外から手形がゆっくりと浮かび上がる。数は一つなんてもんじゃない。重なり合い、俺の肩の高さで止まったんだ。田口が震える声で言った。選ばれてる。なぜ俺なのかはわからなかった。ただ背中の冷たさがもう触れている段階を過ぎていることだけはわかった。そして影は俺の影と重なった。影が俺の影と重なった瞬間、体の輪郭が一度だけぶれた。自分の腕なのに重さの位置が合わない。肩から先が俺ではない何かに引っ張られていく感覚だけが残った。工藤が引き戻そうと俺の腕を掴んだが、その手ごと影が吸い寄せられた。指のかかりが空を掴んだように軽くなり、工藤は驚いた顔で手を離した。触れているのに掴めない。影の表面がまるで膜のように俺を覆っていた。客たちが一斉にこちらへ向き直った。顔は見えないのに全員の視線だけが俺に集まっていた。目があるはずの位置が空洞のように暗く沈み、奥の方で何かが動いた。田口が泣きそうな声で、もう出ようよ、と言い、遠藤は俺の背中に手を当てた。だが背中に触れた遠藤の手が俺の皮膚に吸い込まれかけた。すぐに引き戻したが、その手のひらには黒い影の跡が薄く残っていた。店内の照明が一度だけ明滅し、奥から聞き慣れた音が響いてきた。心霊スポットで聞いたあの二足の足音。後ろをついてきた何かが形を持ってここに来ている。入り口のガラスが曇り、無数の手形が
現れた。それらはすべて俺の肩の高さで止まり、じわりとにじんで形を変えた。その中心が俺だった。その瞬間、工藤が叫んだ。おい、走れ！このままじゃ。言葉の続きを聞く前に、俺の首筋に冷たい重さが落ちた。影の手のようなものがまるで乗ったかのように、体の重心が引きずられ、視界が暗くなる。そして耳元で低い声がした。ずっと見てたよ。心霊スポットで後ろに立っていた何か。あれが最初から俺を見ていた。次の瞬間、体が勝手に動き出した。自分の足なのに歩幅が自分のものではない。歩くたびに何かが肩の中に入り込んでくる。工藤が腕を掴んで引き止めたが、俺の体は微動だにしなかった。笑い声とも呼吸ともつかないという音が俺の胸の内側から聞こえてきた。俺は口を開いた。動かしているのが俺じゃないとはっきりと分かった。その口から出た声は自分の声帯を使っているのに知らない誰かの声だったんだ。帰るよ。お前らもついてきたろ。工藤も遠藤も田口もその場で固まった。声が俺の声じゃなかったからだ。気づくと店の入り口の手形が一つだけ残っていた。俺の肩の位置と全く同じ高さで。今も時々肩が重くなる。誰も後ろにいないのに呼びかけるような息が耳元にかかる。あの夜ついてきた何かはまだ俺の中にいるんだ。あのキャンプの夜、俺は管理人に言われた一言をまだ覚えている。あっちの店には絶対に寄るな。絶対にだ。理由も説明もなく、ただそれだけを言われたんだ。俺とミノルとアヤの3人で来たキャンプ場は山奥にあって静かだった。昼は川の音が心地よくて、サイトも空いていて、焚き火の準備も順調だった。夕方になり温度が下がり始めても特に異常はなかった。ただ管理棟の前を通りかかったとき、管理人だけが俺の顔をじっと見ていた。君ら、帰りはどっちに降りる？西の道です。管理人は一瞬だけ眉を潜めた。そして地図のある一点を指で押さえて低い声で言った。ここに明かりが見えても絶対に寄るな。昔から戻れなくなるって
言われている場所だ。冗談だろ、とミノルは笑った。だが管理人は笑わなかった。目が真剣すぎて冗談には聞こえなかった。その夜俺たちはいつも通り焚き火を囲んだ。ただ薪が弾ける音のたびに綾が何度も後ろを振り返った。理由を聞くと誰かの気配がする、そう言うんだ。確かに木立の奥から時折カサッと乾いた音がしていた。獣かもしれない。だが足音は二足歩行のリズムだった。深夜になる頃、俺は落ち着かない胸のざわつきに耐えきれずテントの外に出た。月明かりの下、木々が妙に同じ位置で揺れている。風が吹いているなら音がするはずだが全くしない。綾の言った気配の意味が少し分かった。翌朝、片付けをして帰る準備をしていると管理人がわざわざこっちへ来た。俺だけを見てまた同じことを言ったんだ。明かりが見えても絶対に止まるなよ。あの店は帰り道じゃない。その言い方がどうしても頭に残っていた。そしてその日の帰り道、山を降りるカーブを曲がったとき、斜面の向こうに黄色い明かりがぼーっと浮かんだ。どう見てもドライブインだった。明かりが見えた瞬間、車内の空気がガラッと変わった。ミノルは、腹減ったし、寄ってみようぜ。と言ったが、綾はシートベルトを握りしめたまま動かなかった。俺は管理人の顔を思い出していた。あの真剣な目、理由を言わなかったあの言い方。だが車は自然と減速し、気づけば駐車場に入り込んでいた。敷地の境界に明らかに新しくない白い杭が並んでいた。一本だけ泥で下の方が黒く染まっている。建物は古びてはいたが、窓だけは不自然に明るい。蛍光灯の白さではなく、提灯のような黄色い光。外の空気は昼より冷たく、湿った空気が胸の奥にまとわりつく。中に入った瞬間、三人とも足を止めた。匂いが店の匂いじゃなかった。出汁や油の匂いではなく、湿った土の下に沈んでいった匂いだった。それが天井から降りてくる。客は一人もいなかった。だが奥のテーブル席に水の入ったコップが3つ置いてある。ちょうど俺たち3人分。水滴が落ちる音だけが店全体に響いていた。厨房からは鍋をかき混ぜる音がする。金属が擦れる音で一定のリズムではない。何か重たいものが鍋の底に沈んでいて、それを引き剥がすような
力の入った音だった。誰かいるよな。ミノルが声を潜めた。しかしカウンターの奥に人影はなく、のれんの向こうも暗いままだった。音だけが続く。あやがテーブルに置かれたコップを指さした。これ、今置いたみたい。確かに水面は揺れていた。誰かが手を離して数秒も立っていないような揺れ方だった。店内の壁には古い張り紙があり、文字はほぼ読めない。ただ一つかろうじて読める紙があった。戻らぬ者、迷い込む者、坂の明かりに惹かれる者。あやが息を飲んだ。俺もミノルも自然と視線を合わす。すべて管理人が言っていた方向の話に重なっている。その時、厨房の鍋をかき回す音が突然止まった。静寂が落ちた後、のれんが一人でに揺れた。誰も触っていないのに、風もないのに。ゆっくりとのれんの下から影が伸びてきた。指の形をしているようにも見えるが、形が一定せず、床の上で揺れていた。ただ一点だけはっきりしていた。その影は俺たち三人の足元にまっすぐ向かってきていた。影は床の上を滑るように伸び、三人の足元で止まった。踏んでいないのに靴底に冷たさがじわりと染みてくる。影というより湿った何かが薄く広がっている感覚だった。ミノルは椅子を蹴り飛ばす勢いで後ずさった。あやは声を出そうとして喉を押さえて肩を震わせていた。俺は影が向かってくるその位置が俺たち三人の真ん中ではなく、俺の足元だけに濃く寄っていることに気がついた。厨房ののれんがまた勝手に揺れた。列を乱したように数回震え、その隙間から白い線のようなものが覗いた。細長い、人の指に近い形だが、関節の影がどこにもない。棒のような指が床をなぞるようにゆっくり動いていた。おい、帰ろう。本当にやばい。ミノルの声はかすれていた。だが出口の方へ一歩動いたとき、店内の照明が一瞬だけ赤みを帯びた。次の瞬間には元の白い光に戻ってはいたが、その一瞬で店内の客席が満席になっていた。さっきまで誰もいなかった席に背中を丸めた黒い影がずらりと座っている。全員が無言で同じ方向を向いている。顔は見えない。首の角度が全員全く同じだった。あやが泣き声で囁いた。管理人が言ってた戻らなくなるってこれなの？
ミノルは答えられなかった。もちろん、俺もだ。ただ理解した。この店に入った時点で、俺たちは帰り道じゃない方へと足を踏み入れていた。その時、厨房の鍋が黒く泡立つ音がした。音というより何かがうごめく気配。のれんがゆっくりと持ち上がり、奥の暗がりから白い影が這い出してきた。肩幅も腰もなく、ただ人の上半身だけを無理やり縦に伸ばしたような形。顔は影に埋もれ、どこが目かもわからなかった。それが床を滑るように進み、俺たちの方へと向かってくる。三人とも固まった。逃げれない。動けば影がまとわりつく。その瞬間、店の奥の壁に貼られた張り紙が風もないのに揺れた。紙の端がめくれ、隠れていた文字が見えた。選ばれた者、一人連れて帰る。俺の足元の影が濃く脈打った。影が俺の足元だけで濃く脈打ち始めた瞬間、空気が一段沈んだんだ。床は乾いているのに、足首のあたりだけ冷たい水の中に突っ込んだような感覚がある。ミノルが俺の腕を掴んで後ろへ引こうとしたが、その手ごと影に阻まれ、皮膚の表面に薄い膜が張るように抵抗された。ミノルの声が震えていた。お前だけ狙われてる。アヤは泣きながら首を振っていた。ダメ、出ようよ。ねえ、お願い。だが出口のガラスには無数の手形が浮かび上がっている。手形はすべて俺の肩の高さで止まり、じわりと滲んで重なっていく。外からも何かが俺を挟むように待っているのが分かった。客席の黒い影たちが一斉に立ち上がった。揃った動きで、揃った速度で、揃った角度で。首だけをこちらに向けている。全員俺の位置を正確に見ている。厨房から這い出してきた白い上半身の影が床を滑る音もなく近づいた。顔の位置はわからないのに、まっすぐ俺を見ているとわかった。影の細い指が俺の足首に触れた。触れられた瞬間、膝から上の感覚が一度途切れた。重さの位置が変わり、体の中に他の何かが入り込んでくる。胸の奥で低く湿った声がした。見つけた。その瞬間、ミノルが叫んだ。来るな、離せ。だが、俺の体は下へ引かれていく。床の影に沈み込むように足が少しずつ埋まっていく。引き上げようとしても影の膜が全身を締め付ける。アヤが俺の手を掴んで引こうとした。
だがその指が俺の手に触れた瞬間、叫んで手を離した。俺の手の甲に黒い手形が浮かんでいたんだ。まるで、お前は渡さない、と刻まれたように。冷たいものが背中に張り付き、肩の内側へと潜り込んでくる。呼吸の音ではない。俺の胸の奥から響く別の息が喉の裏を震わせた。帰るよ。連れて行くから。俺の口が勝手に動いた。声は俺のものではなかった。実と綾の顔が歪む。その視線の中で俺の影がもう一つ増えていた。足元に俺と同じ形の黒い影が重なっている。影だけが先に動いている。次の瞬間、店の照明がすべて落ちた。暗闇の中、俺の耳元にだけ声が落ちた。お前は返さない。気がついたとき、店の外、駐車場に立っていたのは、実と綾だけだった。俺の姿はどこにもなかった。ただ、店のガラスに一つだけ手形が残っていた。肩の高さで、俺の手の大きさと全く同じ場所に。あの店には、寄ったら最後の席が一つだけあった。それが俺だった。